富士見模型より24分の1シェルビーコブラを作ります。モンスターマシンとして有名な車ですが、日本人には馴染みのない外国のスポーツカーですので、キットの中身を眺めつつざっくり説明していきます。シェルビーコブラは1960年代に AC カーズというイギリスのメーカーが作った AC コブラという車がベースとなった車両で、共同開発していた元プロドライバーのキャロル・シェルビーさん率いるレーシングチームが用意した大排気量 V8 エンジンをぶち込んで作ったのがシェルビーコブラです。乗り方を間違えるとエンジンシャフトをねじ切ってしまうほどのハイパワーエンジンでしたが、車体の設計が古く、そのギャップを埋めるべく改良を重ね、3世代ほど進化したそうです。打倒フェラーリを掲げ、数々のレースに参戦、多くの栄光に恵まれた車ではありませんでしたが、ファンとコレクターに愛され、今も世界一高額で取引される車両の一つです。1970年代には AC カーズも倒産してしまい、吸ったもんだの紆余曲折を経て、コブラの利権はシェルビーが獲得。シェルビーコブラは今でも生産しているそうで、日本法人もあるので、今現在も2000万ほど出せば新車を買えます。私はこの車の見た目が本当に大好きでして、大成功して道楽人生を送れることがあれば、ワイはこの車を転がすんや、と思っています。2000万用意するのは、あと2000年ぐらいかかると思いますので、今はお小遣いで買えるプラモデルで我慢しましょう。パーティングラインが各所にがっつり入っていますが、バリも少なく、メッキとクリアパーツも美しい、綺麗なキットですね。早速作っていきます。年明けから続けて、綺麗な車模型を作りたいとあれこれ試していたのは、すべてこのキットをかっこよく作りたいがための練習でした。前回までの反省を生かしつつ、ここまでの集大成として、気合い入れて作っていきます。まずはどういう風に組むキットなのかを把握して、工程を考えるために仮組みします。はい、完了。すごく組みやすいキットってわけではないですね。パーティングラインやメッキの処理を考えないといけませんし、ここどうやって接着しようと悩む部分が結構あります。特にドアの下から飛び出したマフラー、この車両の代名詞のような特徴的でかっこいい部分ですが、ここの構造がやばいです。絶対ミスるぜって計上をしています。とはいえ、とりあえず失敗の可能性が高い部分や、塗装する範囲など、ある程度把握できました。本格的に下処理して塗装していきましょうかね。実際の制作時には、ボディやって、乾燥中にインテリアやって、とあちこち作業してたのですが、見やすいように作業をまとめましたので、まずは車体の方から組んでいきます。まずはシルバーの部分を一通り塗ってしまいます。紙のように薄いプラペーパーと 0.3 ミリのプラ板をそれっぽい形に切り出したらシートに貼り付けます。このキットにはシートベルトがなかったのでこんな感じで作りました。細かい塗り分けもします。基本的に金属部分のシルバー以外はシャーシもエンジンもインテリアも全部黒です。これだけシンプルだとシートベルトの革の部分やハンドルの木の部分にブラウンを入れるだけで差し色になってかっこよくなりますね。黒い部分を同じ黒で全部塗ったら変化のない単調な仕上がりになるので、艶消しブラックで塗る部分や光沢ブラックで塗る部分、それから光沢と艶消しを混ぜて半光沢ブラックを作ってと、同じ黒でも3色作って質感で塗り分けをします。動画では全くわからないけど、実物の出来上がりは質感が違ってすごく良い感じです。エンジンなど機関部は国鉄色で、
いつものシタデルカラードライのシルバーで、シャーシやエンジン部分に軽くドライブラシをかけておきます。汚さない程度に軽く墨入れもしておきます。インテリアにはこの2色を混ぜて少し青みがかったブラックを作って塗りました。ペイントマーカーのシルバーを皿の上に出して筆ではなく爪楊枝で塗料をのせます。その上からメーター部分のデカールを貼ります。筆で塗る光沢クリアを塗ってメーター部分をガラス風にします。ここ塗るのむずいなって思いながら思いつきで作業しましたが結構いい感じにできました。ではクリアを吹いて組み立ててしまいましょう。では塗装結果です。オッケー。まずはエンジンとシャーシから。続いてインテリア。ここまでは良い感じです。基本的に全部黒なんですが、艶のコントロールをしたり、革などのブラウンの差し色やメッキが綺麗なのもあって単調にならず、この時点でめっちゃかっこいいです。よし、
じゃあ次はボディです。車模型の出来の8割はボディで決まるそうなので、頑張って綺麗にしましょう。結構深くパーティングラインが入っていますので、全体にヤスリをかけつつ綺麗に整えます。つるんとした流線形が魅力のボディなので、モールドがある部分はドアだけですね。掘り出して深くしておきます。作業中に傷が入ってしまった部分を埋めたり、引けで大きくへこんでいる部分をパテで埋めます。埋めた部分もきれいにならしましょうね。お口の歯磨きがめちゃくちゃ難しかったです。めちゃくちゃ綺麗になりました。OK ですね。塗装に入ります。黒サフを吹いておきます。めちゃくちゃ綺麗なはずなのに、サフを吹いたら全然ボコボコあると思います。もう一度気になる部分をヤスリがけして綺麗にします。削ってサフを吹き直しました。塗装しましょうか。ボディはブラックにします。まずは1回目。この車というかシェルビーはパケーにあったようにメタリックブルーにシュアラインが基本ですが、カスタム含めていろんな色があるようです。何色にするかいろいろ調べていたのですが、ひときわ目を引くセクシーな色だったのがブラックでした。メタリックカラーを塗るのが難しいというのもありますが、今回はブラック一色で仕上げたいと思います。2回目。3回目。色は大丈夫そうですね。塗る前にやるつもりでしたが忘れていたので、このタイミングでリベット用の穴を開けておきます。リベットがないタイプもあるのですが、参考にした画像がブラックボディにリベットがめちゃくちゃかっこよかったので、それを再現します。割と綺麗に塗れてたと思うんですが、乾かすと気泡やホコリや傷がちょこちょこあるので、一度ヤスリで塗面を慣らして、最後にもう一度塗ります。筆で塗ったにしては綺麗でしょう。とりあえず塗装はこんなもんでいいかな。今回もクリアは車用のボデーペンを使ってみます。これは緊急事態発生。柚子肌を通り越して8作ぐらいボコボコになってしまいました。ポルシェの動画でもご指摘いただいていたのですが、車用のクリアは強度は良いのですが、乾くのが遅く、縮んで柚子肌になりやすいんだそうです。ここまでボコボコだと、どうだろうな。綺麗にならせるでしょうか。やってみましょう。無理でした。めんどくせえので全部カットしましたが、あんなボコボコ状態を綺麗にならせるわけもなく、クリアの薄い部分が貫通して下地まで削れたので、溶剤で全部落としてリセットしました。しかも、溶剤でプラの表面は荒れるわ、薄い部分が割れるわ、最悪の状態です。この時点でモチベーションはどん底。何がコブラが憧れの車じゃ、こんないかつい車から俺みたいなプラモもろくに作れんミミス野郎が出てきたら爆笑だろうがクソが、二度と車模型なんてやらねえわボケー。って数日ふてくされてたのですが、もうちょっと頑張ってみます。もう一度プラをきれいにヤスリがけするところから。この時点で筆塗りは諦めました。ここから筆で塗る気力はなかったので、スプレーでブラックを吹くことにしました。
のがこちらです。もうね、筆塗りとかアホらしいぐらい超簡単に綺麗に塗れますわ。別に塗料代がちょっと高くてもいいやって感じです。デカール貼りましょうね。クリアも先ほどのボデーペンをもう一度吹く勇気はなかったので調べ直したら、別にいつも使ってるクレオスのラッカータイプのクリアで十分だそうです。今までの苦労は何だったんだ。ちゃんと調べてからやれミミズ野郎と一日ふてくされてメンタルコントロールしておきました。これ研ぎ出しいらなくねってぐらいむちゃくちゃ綺麗に拭けました。ボデーペンは炊飯器に封印するとしてところどころ表面のよれを感じますので、1200番からヤスリをかけてさらに表面を慣らしていきます。ヤスリで削るのではなく慣らす、力を入れずに表面を整えるイメージ。この上さらにミスったら本格的にやる気がなくなるので、すごく慎重に作業しました。今回は中研ぎという工程を入れます。1000から2000番ぐらいまでヤスリをかけた後、もう一度クリアを吹いて、さらに後番手のヤスリをかけて仕上げます。一通りヤスリが当たっていない部分を潰せたので、次は1500番。ここからはほとんど撫でるだけです。だいぶいいですね。もう少しヤスリをかけたいですが、そろそろクリアを貫通してしまいそうなので、ここで中研ぎは終了。もう一度クリアを吹いたのがこちらです。くっそ綺麗です。この後さらに、4000から1万とヤスリで研ぐつもりだったのですが、個人的にかつてないほど綺麗だったので、これ以上は過剰と判断。少し気になる部分をちょっとヤスった後、残りはコンパウンドで磨いて終了することにしました。定番仕上げコンパウンド、長谷川のセラミックコンパウンド、だいぶシャバシャバなんですね。一瞬で一段階美しくなります。正直まだ磨けるところはありますが、もうモチベが持たないのでこれで完了とします。よく頑張った。さて、残りの組み立てをして完成させましょう。ガンダムマーカーのメッキシルバーを用意しました。これでメッキパーツのゲート跡を隠します。正直美しいとは言えませんが、最も手軽に目立たなくさせる方法じゃないでしょうか。とりあえず OK。次は蒸しピンを用意しまして、いっぱい小さく切ります。事前に開けておいた穴に全部ぶっ刺します。おお、これこれ、すごくそれっぽい、いい感じです。よし、あとは組み立てていくだけですね。レザリングマスターでマフラー周りにすす汚れを入れます。
最後の仕上げ、タミヤのモデリングワックスを塗り込んで、さらにツヤを求めます。この作業は、コンパウンドが仕上がった後すぐやればよかったです。さらにもう一段輝きました。美しい。前回実験したポルシェ911とは、比べ物にならんぐらい綺麗にできました。いろいろ反省点はありますが、あのクリア大失敗を考えれば上出来です。さて、車両はこれで完成です。しかし、最高にかっこいい車であるために、もう一つ足りないものがあります。あえて、この時代に、前時代的な表現で言いましょう。良い車の隣には、エロい、いい女が必要であると。というわけでエロいお姉さんを作ります。美しいですね。組んでいきましょう。銃を持っていると、世界観が出ちゃうので取り上げます。基本色が塗れたら、このスケールのフィギュアの問題は目と眉毛です。筆で手書きする猛者もいますが、絶対できない自信があるので、ヘキサギアのデカールで解決します。寿屋の可動フィギュアプラモのヘキサギアは、スケールが車と同じ24分の1なので、代用が効きます。でもちょっと大きいようですね。気にせず無理やり貼り付けます。あとはエナメル塗料でウォッシュして。艶消しクリアを吹いたら完成です。いいね。かなり満足いく出来です。さて、ではこれで全て完成です。リベットを打つときに適当にマークしたから微妙に等間隔になっていないとか、奥まった部分やエンブレムの出っ張った部分に小さい傷がいっぱいあるとか、正直いろいろ惜しいところはあります。車模型の楽しさにどんどんハマる一方、車模型むずすぎ沼に足を取られそうです。でも見てください。この美しい曲線とエロいケツを、旧車外車好きとして個人的ナンバーワンの大好きなシェルビーコブラをピカピカテカテカにできて大満足です。個人的には100点満点中4500点ぐらいあげれる素晴らしい出来に組めました。大失敗後のメンタルブレイク後にここまで仕上げれた自分を褒めてあげます。皆さん的にはこの模型は何点でしたでしょうか。ぜひコメントしていってくれると嬉しいです。いや、難しく楽しいキットだった。最後までご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録をしていただけると、模型ばっか作ってても家族に言い訳できるので、とても助かります。